諸君は子供に失敗させてるか。大抵の親は失敗させまいとする。だが、これこそが大きな過ちなのだ。私は失敗することをむしろ推奨する。なぜか、失敗によってのみ人は学ぶからだ。今日は私が人生の中で学び、実践してきた親がなすべき5つのことを皆さんに伝えようと思う。私は新潟の貧しい農家に生まれ、高等小学校しか出ていない。つまり、中卒だ。だから、皆より苦労をした。失敗をした。何度も何度も。だがな、その中で気づいたことがある。人生で本当に大事なことは、学歴ではない。学問でもない。親がどう子供を導くか。その一点だ。私は建築業から政治家へ高等小卒のみでこの国の最高権力に至った。なぜか。それは親の教えと親の背中があったからだ。私の母は申した。いかなる環境でも諦めるな。世の中には働いてから休む人と休んでから働く人がいる。お前は働いてから休む人になりなさいと。その一言が全ての基本だった。今、私は多くの親から陳情を受ける。子供が言うことを聞かない。勉強しない。進路が決まらない。そういう親たちの話を聞いていて気づくことがある。親自身が子育てに迷っている。親が確信を持っていないのだ。今日、これからする話は単なる精神論ではない実践的な方法論だ。現実の政治の世界で人心を掌握し、権力を握ってきた。そのやり方そのものなのだ。では、始めようではないか。一つ目は、親自身が骨を惜しむな。親が子供に何か教えるとき、まず、親自身がそれを実践している姿を見せねばならん。これが第一の原則だ。勉強しなさいという親が帰宅後、新聞すら読まず、ぼんやりテレビを見ている。そんなことは子供の目に一瞬で映る。私は若い頃からこの原則を守ってきた。身も心も惜しまず勉強した。建築学を学ぶために夜間学校に通った。政治の世界に入ってからは法律を学ぶために毎晩若手官僚を家に呼び3年間みっちり勉強した。娘が目にしたのはそういう親だ。親が懸命に学び働き考えるその姿を。だから娘も親の後ろ姿をなぞるように成長した。お分かりか。親の説教など半分だ。親の行動こそが教育そのものなのだ。勉強しなさいと100回言うより、親が読書する姿を毎日見せることだ。努力しなさいと1000回言うより、親が努力する姿を毎日見せることだ。これが第一のこと。親自身が骨を惜しまず行動すること。これによってのみ子供は動く。二つ目に大事なのは、失敗を恐れさせるな。親が恐れるもの、それは子供の失敗だ。良い学校に入れないこと、良い成績を取れないこと、良い職業に就けないこと。親はその恐れから子供を保護しようとする。失敗させまいとする。だが、これこそが大きな過ちなのだ。私は失敗することをむしろ推奨してきた。なぜか、失敗によってのみ人は学ぶからだ。私が建築業界を始めた頃、失敗に失敗を重ねた。工事の失敗、資金計画の失敗、人間関係の失敗、数えきれ。だが、その失敗のすべてが私を成長させた。失敗のたびに考える、工夫する、別の方法を試みる。この過程が
判断力を養う。分別を養う。これが成長だ。一方、失敗をさせない親に育てられた子供はどうなるか。親の指示を待つようになる。自分で判断できなくなる。親の庇護の外に出ると途方に暮れる。これは親が子供に与える最大の害だ。だから申し上げたい。失敗させよう。むしろ失敗することを奨励せよ。こういうことを試みたいのだがと子供が言ったとき、それが危険でなく、取り返しのつく程度の失敗ならやらせてみよう。失敗したときは責め立てるな。失敗しただろうというのではなく、失敗したな。では次はどうするか共に考えようではないかというのだ。この時の親の態度が全てを決する。失敗を恐れない子供に育つか、失敗を恐れて何もしない子供に育つか、それは親の一言にかかっているのだ。三つ目は、親が迷うな。信念を持て。親がしてはならないことがある。それは迷うことだ。この教育方針でいいのかと揺らぐこと。この学校がいいのかと不安になること。この進路がいいのかと疑うこと。親がそのように迷えば、子供はすぐにそれを感じる。子供の前では、親は決断を持たねばならん。私は政治の世界で学んだ。指導者が迷えば、部下は動かない。組織は瓦解する。これは家庭も同じだ。私が娘に与えた教育方針はシンプルだった。その1、自分で考え、判断する力をつけること。その2、弱者に思いやりを持つこと。その3、失敗を恐れず、新しいことに挑戦すること。これが田中流産過剰だ。親がこの方針を持つと、子供は安心する。親が迷っていないから、親が確信を持って、お前は自分で判断しなさいと言えば、子供はその言葉を信じて判断する。逆に親が、でもこうかな、いやああかなと揺らげば、子供も迷う。親の迷いは子供に感染するのだ。だから申し上げたい。親が確信を持って自分の教育方針を磨き上げよう。その上でブレずに実行せよ。親のその態度こそが子供に最大の教育を与えるのだ。4つ目は、親が相手を選ぶな。すべてのものに心を配れ。これは私が政治家として最も学んだことだ。人間関係において選ぶことを親はしてはならん。この友人はいいが、あの友人は良くない。この先生は信頼できるが、あの先生は信頼できない。そのように親が相手を選んで子供に指示すれば、子供は判断能力を失う。私の政治の方針は全てのものと話すだった。自分と異なる意見のものとも、自分に反対するものとも、何度でも何度でも話し続けた。その中で相手を理解する能力が生まれた。相手の立場に立って考える能力が生まれた。子供も同じだ。親が、あの子は友人として不適切と判断して交友を制限すれば、子供は自分で判断する力を失う。逆に、いろいろな友人と付き合ってみなさい。その中で自分に合う相手を自分で選ぶのだと言えば、子供は自分で判断する。そしてその過程で人を見る目が養われる。親が相手を選ぶな。むしろ子供にいろいろな相手との関係を経験させよう。その中で自分で判断できる人間になっていくのだ。最後の5つ目は、親がこの人生のすべてを決めるな。これが最も重要だ。親はこの人生を決めてはならん。私の娘は演劇をしたいと言ったことがある。一流大学に進み、一流企業に勤めようと親として進めたかった。だが私はそれを言わなかった。なぜか。親が決めた人生は親の人生だからだ。
子供の人生ではない。私の親は苦しい中でも私にお前の道を行けと申した。その一言が私を自分の人生の主人公にさせたのだ。親ができることは限定的な道を示すことだけだ。歩むのは子供自身だ。親がこの道を歩めと強要すれば、子供はその道でつまずく。親がいろいろな道がある。お前はどの道がいいと思うかと例えば、子供は考える。そして子供が選んだ道なら、失敗しても後悔しない。なぜなら、それは自分で選んだ道だからだ。人生とは選択の連続だ。その選択を全て親がしてしまえば、子供は人生の主人公になれない。だから申し上げたい。親は指図するな。子供に選ばせよ。選択を通じて子供は成長する。親がなすべき5つのこと。1つ、親自身が骨を惜しむな。親の行動が教育だ。2つ、失敗を恐れさせるな。失敗の中で人は学ぶ。3つ、親が迷うな。骨法を持て。親の確信が子を育む。4つ、親が相手を選ぶな。すべてのものと関わる中で人間関係が育つ。5つ、親がこの人生のすべてを決めるな。子供自身に選ばせよ。これらを実践する親に育てられた子供は、やがて自分で考え、自分で判断し、自分で行動できる人間になる。そういう人間は、この国の中でも世界の中でも必ず生きていける。失敗しても立ち上がる。困難に直面しても工夫して乗り越える。逆境に置かれてもそこから学ぶ。それが人間の本来の強さだ。親ができることはその強さを子供の中に育むことだけだ。知識を詰め込むのではなく、技術を教えるのではなく、良い学校に入れるのではなく、親がこの前で堂々と生き、迷わず進み、失敗を恐れず、すべての人を信頼する。その姿を見せること。それがすべての親ができる最高の教育なのだ。私は確信している。この方針で育てた子供は、親の後を引き継ぎ、さらに大きな仕事を成していくだろう。それが親が子に与える最大の資産だ。知識ではない。金ではない。自分が自分の人生の主人公となる力だ。諸君もその力を子供に与えよう。親の責務はそこにあるのだ。